どうも、あつしです。今回は足払いの練習について解説をします。それでは早速始めます。それでは足払いの練習ということで、柔道の技に足払いっていうのはないんですけど、出足払いっていう技のタイミングの取り方とか足の払い方について解説をします。で、出足払いっていうのがこんな技が出足払い。出足払いなので、出てる足に対して足を払って投げるっていうのが出足払いっていう技。足払いっていうふうによく言われるのは、足を払う技全般的に足払いとかって言ったりするので、出足払いを基本的な足払いの方法としてまずは解説します。で、足を払う時に気をつけないといけないことが、足を払うところ、相手のこの外のくるぶし、骨が出っ張っているところを自分の足の裏の土踏まず、ちょっとこのへこんでるところをこう当てる。相手の足のこの出っ張りのところに自分の足の裏が当たるように当てる。自分の足首を返す。足の裏が相手に当たるように返しながら、膝を伸ばして股関節から動かすようにして足を払うというところがまずポイント。足の裏を返して膝を伸ばしながら自分の股関節から足を払うというところを気をつけてやると。これが膝が曲がったりしてしまうと足を払うのが難しくなってしまう。膝を曲げるんではなくて伸ばしながらで動かすところは股関節。膝を伸ばしながら足を動かすというところが足払いの気をつけないといけない特徴ですので、まずはそこを気をつける。この足の使い方を次はタイミングの取り方として、自分が相手を押し込んで相手の足が上がった瞬間に足を払うと。払う足と反対の足を出して、このまま普通の歩み足、歩くようにこういう風な足の運び方の途中で足を払う。歩み足のまんま払おうとしてたら相手の足が先に後ろに下がってしまうので、上がった瞬間に足を払う。このタイミングの取り方が足払いの練習方法。足さばきの練習。こういう感じで一歩出して踏み込んで払うと。踏み込んで払うと。こういう足払いのタイミングの取り方の練習っていうのが足払いとか、出足払いのタイミングの取り方の練習です。相手の足が離れた瞬間に足を払わないと、当然相手の重心が乗ってる足を外から叩いても足を払うことはできないの。相手の足が浮いた瞬間に、下がる瞬間を狙って足を払うというこのタイミングの取り方をうまく練習していただけると足払いで投げることができると。でこれが相手を押すパターンと、もう一つ今度は下がってやるパターンっていうのがこんな感じで、まっすぐ下がって足払いするのが難しいので、小外刈りのような感じで下げる足を回しておいて相手が前に出てくる足を払うと。こういうような感じの足払いと。こういう感じで下げて相手の足が出てくるのを払うと。相手の足が出てくるところを払うというようなタイミングの取り方もあります。自分が押すパターンと、引いて相手が出てくるパターン、両方とも相手の足が離れた瞬間っていうのを狙う必要があるので、このタイミングの取り方の練習が今みたいな足さばきの練習になると。でこの時に初めは相手の足がどこにあるかっていうのがいまいちわからないので、どうしても足を見ながらこういうふうに当てることが多いと思いますが、注意しないといけないのは、今みたいに下を向くと腰が曲がって、そうすると相手との距離が遠くなってしまうので足を払うのが遠くなってしまう。さっきも言った股関節を動かして投げたいので、できたらまっすぐ向いて足元を見ずにできるようになると
足払いで投げれるようになるので、初めは足の位置っていうのが分からないと思うので、確認しながらやれるようになったら見ずにできるように練習する必要があると。大体の足の位置っていうのが予測はできると思うので、人間の体っていうのは肩の下に足があるはずなので、まっすぐ前を向いててもこの相手の肩の位置でだいたい足の位置っていうのが予測できると見ずにもできるようになってくると思うので、初めは見ないとなかなか足の位置っていうのが正確にわからないと思いますが、できたら顔を上げてまっすぐ前を向きながら足払いの練習をするということを気をつけてやっていただけるとできるようになるかなと。でもう一個応用として、今この出足払いっていう方法を解説しましたけども、払い吊り込み足っていうのがこんな技が払い吊り込み足っていう技なんですけども、今の出足払いの応用、出足払いは相手の足を真横に払ってたのを斜め後ろ方向に足が揃うように払うということをすると、払い吊り込み足っていう足技になります。タイミングの取り方としては同じような感じなんですけど、相手の足を揃えるように払わないといけないので難易度が上がりますけど、基本的な出足払いのタイミングが取れると払い吊り込み足みたいな足技っていうのも使うことができます。まずは出足払いっていう基本的な足払いのこのタイミングの取り方、足の運び方っていうのを練習していただいた後に、こういうこともできるようになるかと思います。今みたいな足払いのタイミングの取り方というのをできるように練習してみてください。では今回は足払いの練習の仕方について解説をしました。今回の動画が参考になったという方は、チャンネル登録、高評価、コメントなどしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。ありがとうございました。まず足を払うところ、出てくる瞬間、本番こっち下げてまっすぐ出してもらって、このタイミングの取り方の練習が今みたいな足さばきの練習になります。動画を最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。それでは次の動画で会いましょう。